改造を見ると炙ればいいのかなですね、これね、ボワッとね、夏休みの宿題で鬼のような反動一箇所ずつ外していくリアルな炎を目指して全体に広がった方がいいのかな。高さ出したり食べ物を粗末にするやつはダメです。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはダーン、仮面ライダーガブ。まだ発売してないけどザクザクチップスラッシャーのカラムーチョバージョンです。まだ発売してないけどもう予約ページは出てるので、すでに予約された方たくさんいらっしゃると思うんだけど、このザクザクチップスラッシャーにヒリヒリチップスごちそうくんっていうのがついてくるんですね。これがね、どう考えてもカラムーチョなわけですよこれ僕の独自解釈ですよ。勝手に言ってますからね、ごめんなさいね。で、僕はカラムーチョがめちゃくちゃ好きなんです。しかもね、チップスタイプじゃなくてスティックタイプのやつね。ちょっと値段上がるんだけど、こっちがもうね、本当に好きで、もう見た瞬間に、カラムーチョ、はい出ました、ヒーヒー言っときましょうよってね、思ったわけですよ。で、カラムーチョ買ってきました。今回はカラムーチョ風じゃなくて、本当のカラムーチョのパッケージを使っていきたいと思います。だからスーパーに売ってるからね、この動画見て自分もやりたいなと思った人は、普通に真似できます。そういう材料を揃えてやっていこうと思います。ガッチャードの映画でね、仮面ライダーガブ見てきましたんで、この間までよりも想像力が膨らむようになってると思いますよ。はい、というわけで今回も最後までぜひよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、今すぐぜひポチッといきましょう。ワンでーす。公式からウレタン素材のデラックスおもちゃが発売される時代に突入ということでね、僕パウチも時代の流れについていこうと思いますよ。ワンネスたちもフレッシュな感覚でぜひ最後まで見てね。よっしゃ、改造していきましょうか。小池屋が世界に誇るスーパーうまうまカラカラチップス、カラムーチョですよ。ポテトが辛くてなぜ美味しいっつってね、昔1984年スタートですって。僕の弟と同い年ですね。僕が1980年で弟4つ下なので、裏を見るとね、非一族ってね、非族なんですね、この方たちはね。いつも火吹いてるおばあちゃんとかね、あれ全部一族なんですって。今40周年ということでね、キャンペーン中なのかな。まあ気になる方はね、ぜひお店でこれ買ってみてくださいね。カラムーチョスティックタイプ最高です。で、まずはこのパッケージが必要なので、これを空っぽにする必要があります。ということはもうお分かりですね。まあこれをね、綺麗にカットします。正面から切り口が見えないように。よっしゃー。じゃあ動画中ですけどすいません。いただきまーす。うまいねー。やっぱいいな、カラムーチョ。僕はね、カラムーチョと牛乳の組み合わせね、これが最高なの。お菓子と牛乳って合わないことないよね。無限にいける。でも夏の辛いもんはええな。食べたくなってくるやろ。まあちょっとでも一気にいくのは多いな。タッパー入れてくるわちょっと待って。はい、タッパーに移して中も洗ってきました。よし、これで使えるね。形状としてはここがギュッてなってるんですよ、真ん中が。これが難しいね。こうバランスよくギュッてやる、このカラムーチョっていうニュアンスも見えつつギュッと絞っとかなあかんっていうのがすげえむずい。でもこんなニュアンスやな。じゃあまあこんな感じで使いますよっていうのを最初にお見せしといて、これ一旦置いといて、でこの肝心の頭身部分ね、これをどうするかなんですけど、本家ザクザクチップスラッシャーの頭身はまあでっかいポテチがボコン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 ってついてちょっと削れてるみたいなニュアンスですね。でこれに近い感じ、まあ大きさバランス的にこんな感じにしようと思うんだけど、このヒリヒリチップスごちそうくんを見ると、開いてるところでこうやって両手にね、炎の剣を持ってますね。これがやっぱりね、みんなが求めてるヒリヒリチップスラッシャーの形じゃないかなと思うんです。だから頭身はね、ほぼ炎を目指していきたいと思います。で、何を使うかというと、これカインズで買いましたけど、養生用ジョイントマット6枚入りというやつですね。100均にも似たようなもの当然売ってます。なのでどっちでもいいと思います。家の近所にある手に入りやすいものでやればいいと思います。で、色は僕はたまたまですよ、このだいぶ前にね、無難な黒を買ったんだけど、色をつけるなら白がいいと思う。で、もう赤いの売ってるんならそのまま着色なしで赤でいくでもいいと思うんだけど、僕はもう黒買っちゃったので、これ
なんとかしていきますジョイントマット、まあ言わずと知れた、ここジョイントこうガチャッとはめるとこがついてて、こうはめるとこう1枚のでっかいマットになって、6枚入りだったら6枚分ボンボンボンってつけるから、赤ちゃんとかね、小さいお子ちゃまたちがいてもクッション素材になって安心というものですけども、これがね結構ねコスプレを作る人に重宝されてるらしいんですよね。で表面見るとかなりボコボコしてますね。ただ裏向けるとつるんとしてるんですよ。で今回はね裏をメインで使おうと思います。長さ的にもね、多分ねこの袋の中に突っ込む芯と合わせて多分これ2枚分でいけると思う。大体これで75センチぐらいですね。でさっきも言ったようにこの中に芯として入れなあかん部分もあるので、こういう風に考えて、この辺ですね、この辺、こっから刀身がこういう風にスタートって感じですね。改造スタート。もうね鉛筆でね描いていけばいいと思うんですよ。炎だからちょっと揺らめきが必要ですよね。見えるかな、この線、ふにゃーって描いた線、見えるかな見えないよね、多分ね。見えてたらいいけどな。こうでしょ。だからこうそうやね、こうやね。今左に映ってる炎の剣、基本的にはこの形をベースに描いていってます。でここまでイラスト調ではなくて、もうちょっとリアルな炎を目指して描いていってます。炎の絵って簡単そうで難しいんですよね。だから自分がしっくりくる自分の好きな炎の揺らめきっていうのはもう何回も描いて見つけていくしかないと思います。でなんとなくふわっと描けたらこうやってカッターで切っていきます。これもねよく切れるカッターの刃じゃないとなかなか厳しいかもしれない。僕が前にワンネスたちにコメントで教えてもらった黒いカッターの刃を使ってます。でもこれでもね新品の刃ではないのでやっぱり滑らかではないんですよね。で無理に力を入れてるもんやから、行き過ぎた、こうやってね行き過ぎちゃうこともありました。でも普通の100均のカッターよりは切れるんじゃないかなと思いますね。炎の揺らめき面白いので興味ある人は探求してみてよし。形はなんとなく切れたね。綺麗に切れてないとこもあったから1箇所ずつ外していく感じで、こっから袋の中に突っ込む分を切っていきます。自分の手で握ることを想像して、だいたいこんな形ですね。そんなに厳密にやらなくてもいいと思ってます。切れたらここも外していくと、これ気持ちいい。はい、こんな感じでこれを突っ込めば、おーぽいな、すごいな。しかも赤いカラムーチョの袋から漆黒の炎が出てるよ。これはどういう設定なんやろ。こんな感じ。割といいな。おー、全体像見ると割といいぞこれ。へえ、面白。あとちょっとこの辺がねいびつすぎるので、これはどうしたらいいのかな。炙ればいいのかな。炙ればいいとか言って何の根拠もないことまた適当に言い出したぞこれ。本当に炙ってみましょう。炙るとねボソボソした切り口が溶けて一体化してつるんと綺麗に滑らかになるんですよね。パーツのつなぎ目は安定の G17 で接着。よし、ある程度焼けたしギュッと締まった感じでいいんじゃないかなこれで。でこっちの先端を袋に突っ込んでこう握ると、でもこれブニューンってなるからどうしよう。これはなんか芯がいるね。芯が必要ですね。これは後ほど考えよう。でこれをギュッとこう締めた状態にしないとダメなんです。こんな感じでアロンアルファいってみよう。どうなるか分からへんでこれも。適度にシワのところに。アロンアルファって瞬間って思ってる人多いと思うんだけど、別に全然瞬間じゃなくて、こうやって形を整えてる間にねどんどん指についちゃって、指のコーティング半端なかったんですよ。指にめっちゃついたな。うわすごいな。でこの素材には不向きっぽい。全然くっつかなかった。アロンアルファはあかんわ。これはなし。タッカーで仮止めしときます。とりあえず持ちてこんな感じ。後ろを見るとねしっかりヒー族を確認できますね。戦いの最中でもあれヒー族の4代目って誰やったっけなとかね。そうそう、ヒーおじいちゃんとヒーおばあちゃんやったとかね。これでまた安心して戦えますからね。カラムーチョ汎用性高いな。さあ続いてはね、この袋のここからちょっとカラムーチョが出てる感じにしたいなと思うんですよ。ギュッてやってベッと出たところからボーッと燃えたみたいな、そんなイメージですよ。全然わからん。レジンを混ぜる時用にいっぱい買っておいた割り箸がねたくさんあるので、これをねカラムーチョに見立てたいと思います。例えば1セットでこんな感じで切ると4本のカラムーチョができます。それをこんな感じでね、これをこっからこうギャッ
ビャッと出てる感じで、わーって適当にやるとこんな感じになるので、これではダメなわけですよ。ちゃんとバランス見ながらね、一本一本セッティングしていかながら、これ大変やで。もう一回最初からちゃんといこう。真面目にいこう。もう一本ずつ並べていくしかないんすわ、これはね。で、こっちの出てすぐのところの両端の左右の炎にもこう影響してる感じでね、これ最終的にレジンでくっつけるのがいいのかな、接着剤だけでいけんのかな。これ多分ね、コスプレの最前線で今まで戦ってきた人は、それまでのこう蓄積のね、いろんな知識があるから、あ、こういう場合はこれで止めたらいいなとか多分わかるんやと思うね。そういうのわかると強いよね。全体に広がった方がいいのかなと思って、こうやって高さ出したりね、一本ずつ組み合わせていくんです。ちょっと出過ぎかな。ほんで隙間が多いね。もっとギュッとしとかないと、ちょっとビャって出たぐらいがいいか。だから、ね、こんな長くする必要ないな。もうちょっと収めていこう。で、隙間もできるだけないように。あ、いいかも。なんかすごくシンプルで分かりやすくなった気がする。よし、じゃあ UV レジンちょっといってみよう。はい、いってらっしゃい。よっしゃ、ある程度固まった。パッケージのシワも UV レジンでいってみます。タッカーを抜けば、ほら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 、固まってるやん。ほい、今んとここんな感じです。ちょっと突き出た感出ましたね。いやー、いいんじゃないかな。で、これがベローンってなっちゃうから、芯を入れないとダメなんだけど、これはね、ファーストプロさんのね、ステンレスフィット棚柱。棚のこう、棚板を支えるための金具ですね。何回もこうやってれば、破断を狙えます。よっしゃー、切れたー。じゃあ芯を少しずつビス止めしていこう。はい、芯の具合はこんな感じです。これでさっき内側にもレジンを入れて固めたつもりだったんだけど、結局ね、ここ開いちゃってこれ動くんよね。だからレジンちょっと固まり方が弱いな。飛び出たカラムーチョ部分はこれでいいと思うんだけど、これだとスカスカになっちゃうので、やっぱり G17 突っ込むか。これは光が当たる当たらないじゃなくて、時間が経てば固まるからね。だからもうブリブリブリっと袋から出ないようにして、この辺に今 G17 がたっぷり入ってます。ジャックさんがオリジナルラビタン缶を送ってくれました。ありがとう。こんなちょうどいいウサギとタンクよう見つけたな。これ何のやつなんやろ。ガチャガチャとかか。こういうね、改造に使う材料選びっていうのもセンスが出るからね。で、色は黒を基調として少しブルーがかってるかな。綺麗な色。このウサギとタンクがどれぐらい出てるかっていうのもセンスの見せ所やからね。いや、素晴らしいね。ジャックさんのネームプレート作りまして、ブレイブイン。はい、ありがたいことにまたまた素晴らしい作品が増えました。で、ジャックさんは一緒にね、いろんなアイテムを送ってくださって、これも嬉しいですね。また改造に一個ずつポツポツ使っていきたいと思います。作品大事にしますね。ありがとう。よし、じゃあ次、色を塗るために下地剤を塗りましょう。で、造形ベース、こういうものがあります。これをこんな感じでわーっと塗っていきます。表面をこれでコーティングする感じ。もうひたすら塗る。コツもなんもない。もう塗るだけ。夏場やから乾くのも早いしね、ちょうどいいと思う。造形ベースじゃなくて木工用ボンドを水で溶いたやつでもいいっぽいんだけど、せっかくあったので、これをより本格的っぽいこれを使います。具体的な違いは俺わからん。はい、こんな感じです。じゃあ夏場なんで外に出して乾かします。乾くの早いね。すぐ乾いたので、だいぶ前にホームセンターで買った安いゴールドずーっと残ってたので、炎塗装の下地としてはいいかなと思って使ってます。マジで使う時がないね。もうそういうスプレーいっぱいあんね、うちに。これもそうですよ。クリアオレンジが残ってたから拭いたら、こういう時にね、残量わずかで一瞬でなくなるっていうね。でもこうやって使えるとこを使っていかないとね、本当にずっとあるから。続いてクリアレッドで炎の先っちょ。これも当然余ってたやつです。キャンディー塗装にもあんまり良くないから使えないしね、なかなかむずいとこやわ。パールイエローという余ってる色吹いてるんですけど、これもあんまり意味なかったっぽいっすね。さあ、ベランダでの缶スプレーが意味があったのかなかったのか、塗装ブースに戻ってきました。もうでもある程度炎の感じは出てるので、そんなに解説もいらんかな。カラムーチョ部分は艶消しの方がぽいので艶消し吹いてます。で、ブレードの縁は本家のウレタン武器が黒いので、それに倣って黒くしてます。本物っぽさっていうかな。ウレタンやから本物って言っていいんか分からへんけど、いや、改めて言うけど武器ウレタンなんよね。実物がどんな質感なのかほんと気になる。いや、ワンネスたちちょっといいっすか、言わしてもらって。僕ショート動画でね、オタクすぎて伝わらないシリーズっていうのを最近やってるんですよ。で、いろんなアイテムをマニアックに語って、そんなもん誰がわかんねんっていうのを喋るみたいなね。1分間にまとめるって、そういうのやってるんですよ。1分っていうくくりがあるので、喋れること喋らないことあるので、その都度ね、編集で、これ喋ってたけど、いやーこれ泣く泣くカットとかいうのを、いろいろ戦いながらね、ショート動画上げてるわけなんですけど、こないだね、これドア銃をやったんですよ。これがね、も
のすごい反響をいただいてまして、みんなそんなにドア銃好きやったのってもう正直ビビってます。で、僕の中ではそもそもドア銃自体がオタクすぎて伝わらないだと思ったんですよ。だからそんなにマニアックポイントをグッと詰めて話さなくても、これの概要だけザーっと言ってるだけでも、ドア銃って意外といいなって思ってもらえるんじゃないか、この良さが伝わるんじゃないかと思って、仕上がりにしたんですね。で、その中でハンドアという機能があるんですよ。このドア開いた状態で撃とうとするとこうやってハンドアっていうので、これ理由としてはリンナさんが開発するときにこの中でずっとエネルギーを生成できないので、弾数5発撃ったら、この5発っていうのも警察の銃に由来するとこなんですけど、5発撃ったらエネルギー切れになって、こうドア開けて空気中からエネルギーを取り込んで撃つと。で、その時にここが開いたままになってるとエネルギーが流出してしまってうまく撃てないので、ハンドアっていうことでドアに引っ掛けてね、ちゃんとやってくださいよっていう警告音として鳴るっていう設定なんですよ。ちゃんと理にかなった設定があるんですけど、ハンドアっていうのは別に普通にこうやって裏技でも何でもない普通の機能として実装されてるので、好きな人は好きってことでいいかなと思って僕省いたんですね。そしたら鬼のようなハンドアがもうハンドアコメントすごいのよ。いやだからね、みんなそんなにハンドア好きやったの。いやもうびっくりですよ。でこれ厳密にはハンドアっていうか、思いっきり開いてても全部ハンドアっていうから、本当のハンドアの状況って作るの無理なんですよ、これね。いやだからその辺もね、みんなそんなにハンドア好きなら全部触れといたらよかったなと思って、当然ハンドアの説明は入れてるんですよ、収録ではね。でもいいか別にハンドアと思って省いたのが間違いやったなと思って反省してます。でもこれ事前にアンケートとかでみんなにハンドア好きとかこの機能好きとか、今度これショートで紹介すんねんけどみんなの好きな機能教えてとか、そこまでやることでもないしなと思って、いやこれねちょっとこの反省をどう活かせばいいのかなと思ってます。だってね、ゴーストのガンガンハンドのこうなんでやねんっていうのそんなに人気ないやん。だからそれと同じくくりやと思ってたんですよ僕。でもよく考えるとこれは劇中でちゃんと出てくるんだけど、なんでやねんは出てこないからとかね、そういう理由があるのかもしれないんだけど、いやむずいわ本当に。みんながそんなにハンドは好きやったとはなと思ってね、なんかちょっと微笑ましい気持ちにもなってるし、いや動画無事とも思ってるし、っていうことでね、ショート動画オタクすぎて伝わらないシリーズ、今後もいろんなアイテム取り上げていきますんで、ぜひ見てください。ありがとうね。じゃーん、完成でーす。はい、アップで見ていただきましょう。ちょっとこの袋のね、この辺塗装がついちゃって元々の袋の綺麗さではないんだけど、でもこれはこれでね、カラムーチョっていうのもちゃんとわかりますし、いいかなと思います。でこう袋からペッと出たカラムーチョからブワーっとこう炎が出たっていうね、この炎の造形もね、フリーハンドで描いたにしてはちゃんと炎っぽく見えてくれてね、いやよかったなと一安心です。塗装も相まってね、炎の感じ出てるんじゃないかしら。これで攻撃するわけですね、これね、ブワーっとね。いやいいんじゃないかな。はい、というわけでね、今発表されているごちぞうくんからオリジナルの武器を作るというパターンの改造をやってみました。いかがでしたでしょうか。本家の武器がウレタンで発売されるということなのでね、こっちもそれに倣ってウレタンっぽいのでやってみましたけど、素材自体はそんなに遠くはないはずで、これだったら夏休みの宿題でお父さんお母さんと一緒にね、これ見てくれてるちびっ子たちも真似できるんじゃないかな。どうやってみたらいいんちゃう。ただしこの改造のためにお菓子の袋がいるからといってお菓子の中身絶対に捨てるなよ。食べ物を粗末にするやつはダメです。そこだけ気をつけようね。美味しく食べようね。今回のこういう手順でこういう手法でこういう材料で改造動画としてあげるのは初めてのことだったので、いやーこれね、みんなにちゃんと受け入れてもらえるのかどうかっていうのちょっと心配なところではありますが、やったことないことやるっていうのはね、ドキドキする反面やっぱりワクワクもしますし、すごい楽しいですね。なんかいい夏の思い出ができたなと思います。というわけで今回の改造も燃えたなーという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう。夏休みの宿題早くしろよ。僕がいつも7月中にはもう全部終わらして8月は遊びまくってたぞ君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。